アン、ヌマーン、ビン、バシールが伝えた。私はアッターの使徒がこういうのを聞いた。合法なものも違法なものも明白だが、その間には疑わしいものがあり、ほとんどの人はそれについて知らない。だから、こうした疑わしいものから身を守る者は、自分の宗教と名誉を守る。そして、こうした疑わしいものにふける者は、他人の暇、私有牧場の近くで、自分の家畜を放牧している羊飼いのようなもので、いつでもそこに入る可能性がある。人々よ、用心せよ。すべての王には暇があり、地上のアッターの暇はアッターの違法な、禁じられたものである。用心せよ。身体には肉片があり、それが良くなれば、改められれば、身体全体が良くなるが、それが損なわれれば身体全体が損なわれる。それが心である。サヒーフ、アル、ブハーリー52。ハディースの説明。この偉大なハディースは、イスラム教の基礎となっているハディースの一つです。これは偉大なハディースであり、シャリーアの基礎であり、預言者、彼に神の祝福と平安あれの包括的な言葉の一つです。その中で、預言者、彼に神の祝福と平安あれは、信仰心と宗教における曖昧な事柄の放棄を促し、何が許されるかは明白で明確であり、それを禁止する証拠がないものはすべて許されるということを明確にしました。聖書、スンナ、コンセンサス、または類推から、これは、物事に関する基本原則が許容性であり、同様に、何が禁じられているかは明白であり、その証拠が聖書、スンナ、またはコンセンサスからのものであるかどうかにかかわらず、その禁止を示す証拠があるものであるためです。彼は、許されることと禁じられることの間には、疑わしい事柄という第三のカテゴリーがあり、それは許されるか禁じられるかの判断が明確でないため、多くの人はそれが許されるのか禁じられるのかを知らず、これには疑わしい事柄がすべて含まれると説明した。例えば、疑わしいお金や高利貸しが混じったお金、その他禁止されているお金などです。ただし、これが高利貸しであることが確認された場合、それは間違いなく絶対に禁止されており、疑わしいお金とはみなされません。それから預言者、神の祝福と平安あれは、疑わしい事柄を避ける者は自らの潔白を求めたのであり、そのため彼の宗教は欠陥から守られ、名誉は中傷、非難、悪評から守られると説明した。疑わしい事柄に陥り、それをあえて行う者は危険にさらされ、禁じられた行為に陥る寸前である。ヒマーの周りで草をはむ羊飼いのように、ヒマーとは王が家畜を放牧するために作った場所で、王は許可なくそこで草をたむ者には厳しい罰を与えると脅した。王が自ら保護し、自分のものとした土地の周囲の羊飼い、その牛が聖域に入ると、王の罰を受けることになる。同様に、疑惑に対して不注意な者も危険にさらされる。なぜなら、それは禁じられているかもしれないし、それに陥るかもしれないし、疑いに対して寛容だったために不注意で無関心になり、故意に禁じられていることに陥るかもしれないからです。疑いは小さな罪につながり、小さな罪は大きな罪につながるからです。私たちはアッターに安全を祈ります。それから預言者、アッターからの祝福と平安あれは言いました。気をつけなさい。すべての王には聖域がある。そして気をつけなさい。アッターの聖域とは、アッターがしもべたちに禁じた罪である。つまり、アッターの聖域とは、アッターがしもべたちに禁じた罪のことです。罪を犯してアッターの聖域に入る者は誰でも滅び、疑わしい行為をして近づく者は誰でも危険にさらされます。それから預言者、アッターからの祝福と平安あれは、アダムの子孫の行動の健全性と堕落について包括的な声明を述べました。それは、体全体の健全性の基礎とその堕落の基礎は、心の健全性と堕落の上に築かれるというものです。もし心が健全であれば、その意志も健全であり、すべての主体も健全であり、それらは神に従い、神の怒りを避けることだけを動機とし、違法なことではなく合法なことに満足するでしょう。もし心が腐敗していれば、その意志も腐敗し、すべての主体も腐敗し、全能の神に背き、神を怒らせることをする動機となり、合法なことに満足せず、心の欲望と真理から遠ざかる傾向に従って、違法なことを急いで行うでしょう。